今日のお車は何ですか？今日は3号スカイラインクーペです。お世話になっています。間違いいっぱいの乗車選び左男爵です。今日は V3 号スカイラインクーペ、後編といたしまして、中古車をね選ぶ時のポイントなんかをお伝えできたらと思います。自分たちがもう10年以上乗ってきて、経験してきたこと、感じたこと、実際にメンテナンスしてきたこと、そういった点をまとめていきます。こういった車なんでね、外見の綺麗さですとか小傷や板金跡とかそういう話ではなくて、気持ちよく走るための部分でね、そういった部分を上げていきたいと思います。で、全体的に言えることなんですけれども、中古車買うときに整備記録簿を見せてよって言うと多分見せてくれると思うんで、そこにね交換履歴と残っているとラッキーですといったのを前提に話を進めていきます。動画長いんでさらっと目次です。まずエンジンルーム、エアクリーナーは湿っていない乾式タイプが理想的です。インテークホースは取り外しの際蛇腹部分に負荷がかかりやすいので、切れ目がないかチェックが必要です。オイルフェラーキャップ、裏側にドロッとしたものがついているとオイル交換頻度が少なかった可能性があります。イグニッションコイルとプラグ、 V 型6気筒のエンジンなので交換となると費用や手間が大変です。1回交換してあると安心です。ラジエーターのファンモーター、この時代の日産車で弱いと言われる部分です。ここが弱まるとエンジンの冷却やエアコンの効きに悪影響を及ぼします。続いてシャシーやタイヤ、ブレーキに関する部分です。車高が下がっているとキャンバーがついてタイヤがハの字になっている可能性が高いです。標準では調整できる機構がありません。なのでタイヤの内べりにご注意ください。ブレーキパッドはいくつか試しましたが、純正のものが一番前後バランスが良かったです。パッドの色でブランドがある程度判断できますのでご確認ください。シャシーの部分、 A アームと言われる部分やスタビリンクのブッシュが一番先に傷みました。ここ交換履歴があると標準に近い状態で、新車時に近い状態で運転できると思います。最後に室内です。まずパワーウィンドウ、モーターやレギュレーターはやっぱり弱い部分です。モーターはどうしても寿命がきますし、レギュレーターはワイヤーで吊っているタイプのため、切れてしまう可能性もなくはありません。自分が交換した時レギュレーターはメーカーで在庫希少でした。メインメーター、メーターの部分です。これはタコメーターを見てちょっと吹かしてみて、ギクシャクしている場合は寿命が近い可能性があります。フューエルリッド、ガソリン入れるところの蓋ですが開かなくなってしまったことがあります。直しても再発したりしてましたので、滑らかに動くかご確認ください。まずね、前の方、この下あたりに、ラジエーターやエアコンのコンデンサーを冷やすファンのモーターが2個ついています。自分で変えても、できなくはない場所で、やってもらうと2個変えて10万円ぐらいなのかな。ここ弱ってくるとエアコンのね冷房も効きにくくなってきますし、ちょっとこの車で弱い部分なので、よければ確認してみてください。それからあと、ここに見えるのが、エアクリーナーのインテークなんですね。でここ中直接ねエアクリーナーが見えます。ちょっと画像じゃあれですけれども、でこの新車の当時湿式タイプといって、オイルが湿らしたタイプのエアクリーナーなんかも流行っていました。でそういうタイプですと、ここエアフローメーターと、それから何て言いましたっけ、この辺がねちょっと汚れてきたり変に詰まったりしてうまく拭けないことがあります。でここね、普通の触ってベトベトしていない普通のね乾式タイプという一般的なエアクリーナーがついてれば問題ないので、すぐ確認できますよね。できればこっちの方がいいと思います。でそれからここ
エアインテークのホースがこうつながっています。で蛇腹になっている部分がこの辺と、この辺だったかな、奥の方にもちょっとあるんですけれども、エンジン周りをねメンテナンスするときにここを外すんですけれども、ちょっとね付け外しが窮屈なんですよね。負担かけて取り外す感じになります。なのでこの辺がひびがいってたり割れていることがあるんですよね。でエアフローメーターから内側がね穴開いてて空気吸っちゃうと、ガソリンと空気のバランスが変わってきちゃってうまく拭けなくなってくると思います。もし変えても1箇所5000円ぐらいの部品なので、2箇所変えて1万円ぐらい見とけば新品が手に入ります。それからイグニッションコイルとプラグ、この車ね V 型で、両側から3本ずつイグニッションコイルとプラグ、スパークプラグが刺さっているんですけれども、これがねちょっと交換厄介です。自分でやってもなかなかね奥の方大変なんですよね。手が入りにくくてボルトを落としそうで、やっと買えるようなところで、純正のパーツですとイグニッションコイル1本1万2000円ぐらいはします。6本買ったら7万円超えちゃいますよね。で工賃もそれなりにかかりますので、この辺ちょっと整備記録簿で確認された方がいいかなと思います。続きましては、タイヤ周辺です。まずねこのブレーキパッドについてです。これ、金色のブレンボのキャリパーがついてるタイプでして、このねパッドの種類によって前後バランスがね変わってきちゃうんですよね。これ覗いてパッド色ついてるのが分かるんですけれども、できればね純正がいいかな。自分何タイプか使ったんですけれども、純正が一番ねリアのブレーキが効くようなバランスでした。でそれでねこの車ブレーキの良さがすごい魅力なので、可能でしたらね純正のブレーキパッドがいいと思います。でもちょっと値段は高いです。フロントで2万円いくら、リア用で2万円ぐらいしますので、少し高価なブレーキパッドなんですけれども、リアはちょっと覗いても何のパッドがついてるかは分かんないですかね。続きましては車高とキャンバーに関する部分です。この車はそんなに車高下がってるわけじゃなくて、普通に車検も通る、ディーラーで車検通るレベルの車高下がってる感じなんですけれども、結構キャンバーがついちゃいます。前後ともなんですけれども、で表示の状態ですと調整する機構がないんですね。そうしますとかなりねタイヤ内べりしちゃってるのが分かります？タイヤのね内側だけ設置するような形になるので、どうしてもねでパワーあるんでねリアタイヤの方から削れてくると思うんですよ。でホイールスピンとかもね簡単にできちゃう車なので、車高下げた方がいいって方も多いんでしょうけれども、このタイヤのねライフサイクルとの兼ね合いですかね。それからね、サスペンションのアームやブッシュに関する部分です。この車乗っていて何年目の時だったかな、 A アームと呼ばれるねサスペンションのブッシュと、それからスタビリンクの部分のブッシュが傷みました。痛みが目立ってきました。多分ね、そこのブッシュの傷みが早いと思うんですよね。でそこがねいくら10万円ぐらいですかね。でそこを変えると、街中走ってる部分にはそうそう差はないんですけれども、山道走るとね結構感動的なほどの差があります。でやっぱりもともと直してあったら嬉しいところです。最後に室内に関する部分です。まず一番大きなのがこのドアの中にある、パワーウィンドウに関する部分です。この車は、ドアを開閉するとそれに応じて開いたり閉めたりが自動で行われます。
86や BRZ と同じ感じなんですね。開けたら開いて閉めたら閉まる。で、パワーウィンドウの動く頻度が大きいです。でそういうこともあってかなくてか、モーターがパワーウィンドウのモーターが結構傷みやすいっていうのがあります。実際にこの車もモーター変えています。で懸念事項がそこで一つ、モーターは普通に変えるんですけれども、レギュレーターという部品がね、メーカーで在庫希少とのことでした。レギュレーターっていうのはこの車はワイヤーで吊って上下させてる仕組みなんですけれども、そのワイヤーで吊ってる部分ですね。でワイヤーが切れちゃう車とかもあって、傷みやすい部分なので、もしそこがダメだとね、修理にちょっと手間取っちゃう可能性があります。でもしね、購入後にパワーウィンドウ調子悪いよってなったら、この内張り外して、ネジ数本なので、こういうとことかね、ネジ数本なので外して、こうガッと外してモーターのところボンボンボン叩くと、一旦は治ります。この車も窓は開かなくなっちゃったことあるんですけれども、叩いたら開かってしまったので修理に行きました。直すのはドアの内側にもう一枚これ鉄板が入ってるちょっと特殊なタイプなんですね。外板、内側の鉄板、ドア内張りっていう感じで作られているので、ちょっとねご自身でやられるのは手間がかかると思います。続きましてはハンドルですね。この車のハンドルは、最近変えてまだ5000キロも使ってないのかな。で綺麗なんですね。でちょっと交換前の古いハンドルを持ってきてみました。わかるかな、写真動画で分かっていただけたら嬉しいんですけれども、全然違うんですよね。古い方はもうツルツル、新しい方はシワがあります。触った時の弾力も、古いのはカチカチ、柔らかいのはクッション性があります。意外とこのハンドルのね、滑りやすさですとかクッション性で車の操縦感覚が結構変わってきちゃって、びっくりなんですけれども、実際そう感じちゃうので、このねハンドル新しいのがついたらラッキーです。ではあと、メーターに関する部分です。とってもレトロなね、でもやっぱりこうタコメーター、回転数、速度見やすい感じで、レトロですけれども走行はね結構いいです。でちょっとね今言いたいところは、タコメーターの速度計もかな、そういった部分のねこう故障してるかどうかみたいな判断のことについてなんですけれども、この車もともと少しねタコメーターのレスポンス悪いんですね。特に離した時少し間を置いてから落っこってくる感じです。電子制御スロットルのはあれなんだと思うんですけれども、でこれがねもし角付きがギクシャクしているとメーターが故障が近いかもしれません。自分が以前買った、中古車で、セルシオだったんですけれども、トントンってね叩くとね動かなくなっちゃってメーター上がらなくなっちゃったんですね。叩くと治るという症状が出てまして、で中古車で買った時はいいんですけれども、後でねそういうトラブルが出たことがあります。もうそれはね車によってはこのガソリンメーターですとか水温計ですとか上がんなくなっちゃうこともありました。でやっぱりこういう古いメーターで共通するのは叩くと治るという点です。なので中古車で見て分かるところは、ギクシャクせずにメーターが上がったり下がったりしてるかなという部分なので、ちょっと確認してみてください。あとこの車はね後輪駆動車に多い右側に給油口があるタイプです。ここ矢印見えます？こっち向いて矢印なんですけれども、この矢印がね給油口の向きなので、覚えておくと結構いいこともあります。レンタカーとかね。フューエルリッド、ガソリン入れるところの蓋の話です。これねスイッチがあるわけじゃなくて、この車はドアロックに連動して
ロックとロック解除がされるタイプです。でこれが、開かなくなっちゃうトラブルが1回ありました。スタンド行って焦っちゃいましたよ。でもし開かなくなったらトランク側からね、この奥トランクの内張り剥がしてちょこちょこってやると開くんですけれども、ロック解除できるんですけれども、開かなくなっちゃうトラブルがありました。でここね、直してもいくらでもないんですけれども、電気式のタイプでね壊れる可能性がゼロじゃないので、多分結構あると思うので確認ください。でエンジンルームついでに述べさせていただくと、例えばこれ油圧式のパワーステアリングなので、どれだったかな、パワーステフルードがこれですね。パワーステフルード、これ交換するとかなりね気持ちよく走れるので、お店でやってもらわなくても自分でねスポイトでキュッキュッと吸ってこう継ぎ足すのをね定期的に繰り返すだけでも効果あると思います。それからね、この下、クラッチフルードとマニュアルミッショントランスミッションオイル、クラッチフルードと、MT オイル、できればね 1,2 年で変えていくと気持ちよくシフトチェンジができます。もし長い間変えなくても壊れるわけじゃないと思うんですけれども、1週間2週間乗らなかった後ですとか、すごい寒い日ですとか、しばらくね温まるまでこう気持ちよくないんですよね。フィールが良くないというか、これはこの車に限ったことじゃないです。できれば交換されたらいいかなと思います。ジャインクーペの中古車で選ぶポイントをいろいろ見てきましたが、一応ねこれで以上です。ではまた動画等をアップしていきますので、チャンネル登録等お願いできればと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。じゃあねー、バイバーイ。